アーカーシャに問えば答えを得られる。それに慣れたスメール人にとって芸術は抽象的で曖昧な概念だ。優れた芸術とは何か、その価値は数値化できるのか。これら問題はたとえ教令員の卓越した学者たちでさえ明確な答えを出すのは難しい。だがニーローにとって芸術はこの世で最も簡単で最も純粋なもの、垣根なく全ての人が感じられる美だ。今日はどこに踊りに行くのかな。柔らかなニーローの踊りだが、力の入れ方に工夫がされている。剣を振るう動作とステップを組み合わせ、水の花と共に舞う。これが仲間をサポートするニーローの戦い方だ。舞には身軽な体が必要だ。だが体力もおろそかにはできない。そのためニーローは食事にこだわりを持つ。彼女が冒険系料理を完璧調理した時、一定の確率で料理を2倍獲得できる。通常攻撃は剣による最大3弾の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費して回転斬りを1回発動し、物理ダメージを与える。元素スキル発動後、ピルエット状態に入り、自身の HP 上限を基準に周囲に水ダメージを与える。ピルエット状態において通常攻撃と元素スキルはそれぞれ剣舞のステップと戦舞のステップへと変わり、与えるダメージが元素付与によって他の元素に変化しない水ダメージへと変わる。このダメージは元素スキルダメージとみなされる。この状態時、ニーローの3段目のステップでピルエット状態を解除し、そのステップのタイプによって効果を発動する。3段目が剣舞のステップの時、水月を1つ発動し、命中した敵に水ダメージを与え、ニーローに気月状態を付与する。この状態のニーローが通常攻撃を行うと、剣舞のステップに変わり、最後の一撃で水月を発動する。3段目が戦舞のステップの時、空を洗う水輪を一つ発動し、水範囲ダメージを与える。またフィールド上の自身の仲間と共に移動する天を洗う水管を生成し、中にいる敵に継続的に湿潤状態を付与する。ピルエットまたは気月状態の時、ニーローは銃撃を行えず退場すると解除される。天賦落下回戦の庭解放後、チーム全員の元素タイプが草元素と水元素であり、かつ草元素と水元素の仲間が少なくとも1人ずついる時、元素スキルの3段目のステップが完了すると、周囲チーム全員に金牌の豊穣状態を一定時間付与する。金牌の豊穣状態の仲間が草元素ダメージを受けると、周囲のチーム全員の元素熟知が一定時間アップする。また開花反応を起こした時、草原核の代わりに豊穣の核が生成される。豊穣の核のダメージは開花反応による草原核の攻撃とみなされる。草原核に比べ豊穣の核はより大きな影響範囲を持つ。ただし豊穣の核は超開花反応と列開花反応を起こせず、草原核と上限数を共有する。ニーローの幻想的なダンススタイルは観客を虜にし、心を奮い立たせる。天賦軽やかに舞う衛星の夢解放後、ニーローの HP 上限の一定値を超えた部分をもとに、金牌の豊穣状態の仲間が起こした豊穣の核によるダメージをアップする。この方式でアップできるダメージには上限が存在する。このダンスをあなたに。元素爆発ではエイム冷戦のダンスを踊り、遥かなる水のレンゲを展開してニーローの HP 上限を基準に水範囲ダメージを与える。また命中した敵にクオンの枠撃状態を付与する。短時間後、クオンの枠撃状態の敵は水ダメージを受ける。ニーローの心の中では戦いと踊りに大差はない。なぜならどちらも他者の悩みを解決できるからだ。ニーローの主な戦闘手段は元素スキルだ。
剣舞のステップまたは戦舞のステップを柔軟に選択できる。剣舞のステップは気絶状態時に継続的に水ダメージを与える。戦舞のステップでは自身に追従する天を洗う水管により元素反応を起こしやすい環境を作る。チームの条件を満たしている時、元素スキルの3段目のステップでチームに金牌の豊穣状態を付与し戦いをサポートする。該当状態にあるキャラクターが開花反応を起こすと特殊な豊穣の核を生成しさらなるダメージを与える。元素エネルギーが溜まったら元素爆発を発動することで水範囲ダメージを与え、命中した敵にクオンの枠敵状態を付与できる。短時間後クオンの枠敵は敵に追撃をし、ニーローの美しい踊りの中で戦いは幕を閉じる。あらかじめ断っておくが、俺はあくまで武人であり下部などの芸術に明るくはない。もしも俺に意見を求めるのなら失望させるだろう。だが俺のような素人でも優秀な美技を見た時思わず感嘆の声を漏らすことがある。理性を追求するためだけに知恵の国の名をもって芸術から得られる感情的な慰めをないがしろにするのはいささかうぬぼれが過ぎる。集団の対立、人の理想と世界規則の矛盾、この世におけるさまざまな争いはその大半が自身と異なる存在を許せないことから生まれるものだ。